カブトガニ、殺してクレメンス。カブトガニの青い血液は最近汚染試験に利用されており、医療の現場で無数の命を救っている。そのために今も、カブトガニは血液採取工場にてその血液が採取されているそうだ。血をギリギリまで抜かれて海に捨てられるの好き。昨日ちょうどこの事業にふるさと納税したわ。天然記念物ちゃうんか？生きた化石とは何だったのか。ほんと綺麗。なんかエッチだ。献血みたいなもんやろ。イラスト屋がこれのイラスト用意してたのほんま草。草。こんなん使う機会ないやろがい。生まれ変わりたくない生物ナンバーワン。人間救えてカブトガニも幸せやろ。草。ワイは蚕のが好き。最近は糸だけじゃなくてワクチンも作れるとかなんとかで、まだ人間の役に立とうとしてるし。カラフルにしたり光らせたりで研究サイドも割と蚕で遊んどるよな。虫界のニートくん好き。人間界のニートより生産性あるんだよな。こんなん泳いでる時に遭遇したら小便ちびるわ。もうすぐ絶滅するんちゃうの？それは日本のカブトガニ。血を取ってるのは主にアメリカカブトガニでしょ。科学者、カブトガニとかいうインチャがわいら人間様のためになってるんやからカブトガニもありがたく思ってるで。一理ある。ちなみにカブトガニ人工孵化に初成功したのはさかなクン。中学校3年生の時に学校で飼育していたカブトガニ19個体の人工孵化に成功した。カブトガニの人工孵化は非常に珍しく、新聞にも取り上げられた。水槽が狭くてかわいそうだなという理由で決まった時間に外に出していたら、カブトガニがそれを潮の満ち引きと誤認したのが原因だという。サンキュー魚さん。シーラカンスってなんでまだ生きてんの？怖いんだけど。ずっと長生きしてるわけやないで。進化の系統樹の古いところに位置してるって意味でしょ？子供の頃読んだ本にシーラカンスは淡白でうまいって書いてあった。学術解剖の際に食ったらまずかったというのは割と有名な話。旨味ないらしいな。あれって生きた化石って言うけど昔から進化してるらしいな。シーラカンスは見るからに古代魚っぽくていい。沼津で凍ってた。滅びてないってことはそれなりに優れた部分はあるのだろう。何億年前は浅いところに住んでて恐竜大絶滅以降は深海に移り住んだらしい。まあ深海に対応できたってのが優れてるところだな。インドネシアでも見つかってて日本の近くの深海にもいるかもしれないらしい。世界初、シーラカンスの稚魚の撮影に成功。福島県水族館調査隊。シーラカンスは稚魚でもでかいんだよ。生まれた時すでに30センチもある。で成長終わってから死ぬまでほとんど見た目が老化しないって、不思議な魚でもある。100年ぐらい生きるのに見た目がほとんど老化しないんだよな。若い時から老けてるのかずっと若々しいのか。人類が200万年なのに6500万年もそのままとか生きた化石と言っても過言でないだろ。シーラカンスは卵体性。腹の中の卵を CT で取ったら一つ一つがテニスボールぐらいあった。すげえな魚でそこまででかい卵とか他にいるのか。変わった生き物って面白いよな。進化の手前で未分化な意味で特殊なのと進化の果てに特異性を獲得したもの。それが同時代に暮らしてるとか頭おかしくなりそう。ワイのザリガニさん、同居していたエビさんたちに食べられる。脱皮した手を狙われた。グエー。霊体やん。フロリダブルーか？普通の青いザリガニさんや。はいすごい。こういうエビって肉食？なんか、苔とか食うもんかと思ってたわ。南沼エビなら大丈夫だったのに。行きつけの歯医者の水槽のエビがたまに共食いしてて悲しい気持ちになる。かわいそう、飼い主なんだから助けろやクソボケが。気がついた時には食われてた。もうダメやった。ザリガニさん普段は強いからまさか食われるとは思わなかった。クズやな、お前みたいな無責任な野郎が生き物飼ってんの許せんわ。どうせ所詮はザリガニって見下してるからどうとも思ってないんやろ。これについては俺の知識不足やった。ザリガニさんとエビさんは一緒に入れたらあかんって知らなかったんや。ザリガニさんにはほんまに申し訳ないと思う。ザリガニを見下してるで草。
お前ザリガニやろ。ザリガニブチギレで草薙。まあワイも同じ意見や。最近のザリガニは南 J で正論言うんやな。なんでも実況 Z ザリガニ。エビは共食いもするからな。レントゲン写真みたいなザリガニ。タコ、ほな。草。笑った。勢いで草。成仏してくれメンス。水中の世界も喧嘩はあるんやね。川よ。かわいい。最後に砂かけた方が勝ち。なん J のレスバみたいやな。カニさん式。おーおー。感動した。後ろから抱きついてるのは交尾してるだけやろ。タコの交尾。草。一体のメスをかけて2体のオス同士が争う。決着はどちらかの絶命をもって決まる。勝ち残ったオスがメスを抱きしめながら生殖器ではなく触腕でカプセルに入った精子をメスに手渡す。勝ち残ったオスは力尽きその場で必ず死亡する。メスは岩陰に卵を産みつけ1ヶ月から半年程度一睡もせず飲まず食わずで卵を体で覆い守り続ける。子供たちの負荷を確認した瞬間に力尽き死亡する。な。かわいそう。かっこいい。誰が子供の世話するんや？親戚のタコか？世話とかなくね。これで犬並みに賢いという事実。カプセルってなんやねん。魚、陸とか余裕っしょ。やっぱ無理だわ海に戻る。絶滅。当時の陸上動物の王者は先行して上陸していた虫たちであり、虫たちは、やっと歩き始めた魚たちに比べてはるかに俊敏で、空中を飛び回れるものも多くいたからです。クソザコティラノサウルスはモササウルスに食い殺された。ウーパールーパーなめんなよ。進化したってこと？昔の姿に戻ったってことじゃないかな。逆か。すげえ。シーラカンスの仲間とかその類やろね。バンピ類は陸上進出よりはるかに昔やろ。逆に水中で生きようとする虫はいなかったんか？タガメとかゲンゴロウとか今もおるやろ。歩く魚か。キモそうやな。ムツゴロウみたいなもんじゃない？あれは歩くというか張ってるけど。革手袋という人手がち丸子にしか見えないと話題に。進化の過程のどっかで分かれたんじゃね。逆にどの辺が革手袋なんだよ。ハエースっぽい。話聞いてくれそう。話聞こか？生物の本体は脳じゃなくて腸だろ。新陳代謝が一番多いのは腸だよ。だから本体は腸であってその他はその腸が効率よく餌を集めるための道具に過ぎない。人間も祖先をたどれば腸だけみたいな虫みたいな生物に行き着くだろ。そういうこと。脳だけで生きてる生物なんていない。逆に腸だけというか一本の管だけみたいな生き物なんてざらにいるだろう。これは目から鱗。興味深い理屈やな。言われやそうな気がしてくる。脳がない生物はいるけど腸がない生物はいないからな。腸は第二の脳と言われてるけど違うのかもな。本体の定義による定義。敵に襲われると本体を切り捨てるナマコとかいう変態生物。むしろ代謝してる部分って本体じゃなくない？人間も腸の起源一つで体調爆変わりするもんな。面白い考え方やな。最新のネッシー。クジラは集団で交尾することが多く、一頭のオスがメスと交わっているとき、他のオスは周辺を泳いで自分の番を待っている間にペニスを水面から出すことがある。クジラって乱交パーティーやったんか。お前マリオ RPG の海賊船で出てきとらんかったか？っていう見た目。クラーケンも海で見えたのはこれなんやろな。イカは海上に出てこんし。てずるもずるくんキモすぎ。うわぁキモい。人手の仲間だろこいつ。こんな動くなよ。動かなくてもキモいからセーフ。これも歌子やろ。散財神経系だから制御できる体だよな。脳で全部動かすのは頭こんがらがる。スケールワームちゃん。黒可愛い系のモンスターやな。この金のわさわさ触ってみたい毒持ってそうだけど。深海はガチで怖い。どうせいけないんだから怖がるのはおかしいとも思うが怖いもんは仕方ない。
化け物や。地上に適応できそうなフォルムしてんな。深海生物って捕食特化みたいな形状しててかっこいいよな。5匹で出てきてデバフ巻いてきそう。ベルセルクにいそう。こいつが一番怖い。なんやこれ。水引きイカか。巨人になれそう。深海魚ってブサイクばっかやな。やっぱ魚も人間と同じで日の当たらない引きこもり生活してるとブサイクになっていくんやな。草。おせちに入ってるやつやん。綺麗な横エビ？エビなのか船虫なのかはっきりせえ。ごめん、エビの寿司っぽくしてるけど実は顔なし。どっちが頭なんやこれ。カブトガニ、お前らの100倍仲間思い。仲間なんかいないし。俺たちは仲間だろ。俺らは踏み台にするし。0200かけても0。カブトガニの目ってどこについてるの？地面しか見えないような場所？主と格闘したことない雑魚釣り師。ナマズか。YouTube のナマズ釣り師の動画ほんまおもろいよな。ヨーロッパとかアメリカのナマズってなんであんなに巨大化するんやろか。全部金繰りして逃げるわ。バイオハザードかと思うレベル。自分が釣ってる側だと思ってる雑魚は釣り師名乗るなよ。釣りとは空か食われるかの真剣勝負やで。ワイも似たような動画撮ってたことあるけどこの絵だけ撮れたら糸切るからな。すげえ。サワガニ、命が軽すぎる。ひどいよ。クソ高いな。小さめのガニ10匹入って500円くらいで売ってるぞ。それを育てて食えばいい。天然物なのか。ペットオアス揚げとかいうパワーワード。可食部少なそう。そのまま揚げてからごと食うから全部可食部だぞ。ペットなのか食材なのかはっきりしてほしい。高すぎはロタ。小学生の時に親父に飼ってたサワガニを唐揚げにされた。今俺はカニを食べることできない。鬼すぎてはロタ。前は80円だったのに。土壌とかも売ってるけどあれもペットにいいよね。土壌硬くてそこそこ強そうなイメージあったけど長さ半分ぐらいの金魚に負けて食われてたこと思い出したわ。地元の川にいる。水質の指標になってるんだよな。うちの畑でよく死んでるな。特に小川とかはないので生息域がいまいちわからん。俺、水深8336メートルの深海魚か。見た目グロいんだろうな。結果。ポケモンとかにいそう。水圧エグそう。8000メートルにも魚がいるんだな。稚魚がどんな生態で大きくなってるのかが気になるな餌とか。ルーパー。低圧の陸に持ってきたら目玉とか出てくる。入道カジカではスネイルフィッシュだっけ？めっちゃ可愛いよな。こいつら見た目の割に口の中がめちゃくちゃ凶悪な作りになってるんだよな。カワハギとかいう神の魚。やばすぎやろ。それな。あんなにうまいもん他に存在せんわ。牛ステーキと2択でもカワハギ選ぶ。何が？カワハギの肝醤油や。美味すぎて頭おかしなるで。そろそろ冬が来ると思うとワクワクが止まらんわ。肝醤油大好き。肝取られてること多くて悲しい。肝が勝ちの大半を占める。薄皮もポン酢うまい模様。腹減ってきたわ。一応フグの仲間やからな。食ったらあかんやつとうまいやつの区別がつかん。青があったらアウトやとにかく。まあ身だけなら食えるが。釣りっていいよな。うちでオンラインゲームしてても心が腐るでほんま。美味しいに繋がるゲーム性は最高や。